おはようございます。ケンです。テスラ株がここ数日で急上昇しています。たった5営業日で約 28% も上がり、投資家の間では反転の兆しかという声も出始めています。しかし、その一方でテスラの第一四半期の納車台数については、アナリストたちの間で懸念が広がっています。相次ぐ予測の下方修正、そしてヨーロッパや中国など主要市場での販売減少。今、テスラ株を持っている人にとっては株価は上がっているんだけれども、この上昇は本物なのかと気になるところだと思います。今回はそんなテスラの Q1 にまつわる最新予測と株価急騰の背景について分かりやすく解説していきます。さらにアナリストたちの強気、弱気、それぞれの見方を比較しながら今後のテスラ株についての動きっていうのについて見ていきたいと思いますので、今日はテスラ株投資家初心者の方に向けて今年に入ってテスラに投資を始めたけど決算を迎えるにあたってどうなるのか、こちらについて知りたいと思われている方に向けて作成しています。もちろん長くテスラに投資をされている方にとっても知っておいて損はない情報だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはテスラの第一四半期、つまり2025年1月から3月までの納車台数予測についてです。市場全体のコンセンサス、つまり平均的な見通しでは41万4000台という数字が出ています。ただし、ここに来てアナリストたちの予測が次々と下方修正されているのが現状です。例えば、米金融情報会社ファクトセットによると、最新の予想では36万台にまで引き下げられています。これは前年同期の38万7000台をも下回る水準です。さらにバークレイズはテスラの Q1 納車台数を35万台と予想していて、全体として今期の納車実績にはあまり強い期待は持たれていない状況です。この背景には欧州や中国での販売減少が影響しているほか、テスラ自身が工場のラインを一時停止して新型モデル Y の準備に入っているという要素もあります。つまり今回の減速は単なる需要の落ち込みだけではなく戦略的な側面も含んでいるということになります。次はそんな弱気な予測とは裏腹にテスラ株が急上昇している理由について見ていきます。はい。では今日はここまでですけれども、第一四半期の納車台数については、アナリストたちの間で悲観的な見方が広がっています。それにもかかわらず、テスラの株価はここ数日で約 28% も上昇しています。このギャップ、一体どういうことなのでしょうか。実は株価上昇の背景には複数の要因が重なっています。まず一つ目が個人投資家による大規模な買いです。先日の YouTube でも紹介しましたが、個人投資家が2週間連続で80億ドルも買い越ししています。この買いが株価の下支えになったのは間違いありません。そして二つ目の要因はトランプ政権によるテスラ支持の姿勢です。商務長官がテスラ株の買いを推奨したことに加えて、トランプさん本人もテスラの施設に対する破壊行為には最大で20年の禁錮刑を課す可能性があると発言しました。政治的なバックアップが表に出たことで投資家心理が一時的に改善したという見方もできます。そして3つ目はテスラのロボタクシー事業やオプティマスなどの未来的な事業への期待です。短期的な納車台数の数字よりも中長期的なビジョンに価値を見出す投資家が今の株価上昇を牽引しているのかもしれません。では実際にアナリストたちはこの状況をどう見ているのか、アナリストたちの見方を紹介していきます。今回の Q1 予測については明確に強気派と弱気派に分かれています。まずは強気派の代表としてカナコードのアナリスト、ジョージ・ジャナリカスさんの見解です。彼は第一四半期の納車台数を約36万2100台と予測していて、市場のコンセンサスの41万4000台は下回るものの、他のアナリストよりはやや楽観的な見方をしています。さらに彼は今回の納車減少は消費者離れによるものではなく、工場の再整備や新型モデル Y の準備による一時的な影響だと説明しています。
つまり長期的に見れば回復の余地は十分あるという立場です。加えて彼は2025年の年間納車台数を202万と予測しています。これは前年から約 12.8% の成長となり、他のアナリストの平均よりも高い数字です。一方で弱気な見方をしているアナリストたちも少なくありません。例えばモルガン・スタンレーは年間納車予想を 192.4 万台から 161.5 万台に引き下げています。UBS は上海工場の稼働停止リスクを懸念し、先ほども紹介しましたが、バークレーズは Q1 納車台数を35万台とさらに低く見積もっています。つまり、今テスラに対する見方は真っ二つに分かれています。短期的なリスクを重視するのか、それとも長期的な成長に期待するのか、その違いがアナリストたちの評価に色濃く反映されているということになります。はい。では、ここまで強気な見方もいくつか紹介してきましたが、やはり今のテスラには無視できないリスクも存在しています。特に第一四半期の納車台数に大きく影響を与えているのが、ヨーロッパ市場と中国市場での販売不振です。まずはヨーロッパから、2025年1月から2月にかけての販売台数は前年同期比と比べて約 50% も減少しました。これはかなり深刻な数字です。特にドイツでは2月の登録台数が 76% も減少し、ノルウェーでも市場シェアが 18.9% から 8.8% へ大幅に縮小しています。昨日トップに返り咲いたとお伝えしましたが、やはり今は以前と比べては縮小している状況となっています。そして補助金の削減が要因で、例えばフランスでは EV 補助金が15億ユーロから10億ユーロに減額されました。こうした制度の変更がテスラの価格競争力を低下させているんです。また、イーロン・マスクさんの政治的な発言やスタンスが欧州の消費者に悪い印象を与えている可能性も指摘されています。政治とビジネスは切り離して考えたいところではあるんですけれども、消費者心理に与える影響っていうのは無視することはできません。続いて中国市場です。一時的にモデル Y の納車台数が好調な週もあったんですけれども、全体としては2025年の1月から2月の累計販売台数が前年同期比で約 28.7% 減少しています。さらに中国では FSD 完全自動運転機能が現地のデータ規制の影響でフルに活用できていないという課題もあります。このように欧州と中国という主要市場での販売低迷が今の Q1 予測を押し下げる要因となっているのは間違いありません。では、こうした逆風の中でもテスラが目指す未来に希望はあるのか、次はその鍵を握るロボタクシーとオプティマスの話題に入っていきます。まずはロボタクシーについて、テスラは最近カリフォルニア州で新たな交通ライセンスを取得しました。これによりロボタクシー事業の実用化に向けた動きが一歩前進したことになります。このニュースは特に投資家から大きな関心を集めています。また、テスラの自動運転技術に関しては、アナリストやファンドマネージャーたちが将来性に期待を寄せています。昨日お伝えしましたが、アークインベストのキャシー・ウッドさんは、テスラ株が今後5年以内に2600ドルに到達する可能性を示唆していて、その 90% はロボタクシー事業による企業価値だと予測しています。さらに人型ロボットオプティマスの開発も着実に進んでいます。昨日の情報では議会向けのシンポジウムでオプティマスを公開するなど実用化に向けたアピールも強化されています。ロボット技術と AI の融合によってテスラは自動車メーカーという枠を超えた存在になろうとしています。つまり今テスラ株を評価する上で重要なのは Q1 の納車台数がどうだったのかだけではなくって、その先にある技術革新とビジネスモデルの変化をどう見るのかという視点です。では最後に僕自身の見解と皆さんへの問いかけっていうのをしていきたいなと思いますけれども、今回のテスラに関するニュースは短期的な不安材料と中長期的な成長期待が入り混じった非常に複雑な内容と今はなっております。僕自身の見解としては確かに Q1 の納車台数は厳しい数字になる可能性が高いと思います。欧州や中国での販売減少は
補助金の影響や政治的なイメージも絡んでいて、短期間での改善は難しいかもしれません。ただ、それでも株価がこれだけ上がっている背景には、やはり未来への期待があると感じています。ロボタクシー、オプティマス、そして AI や FSD といった技術分野でテスラは依然として最前線にいます。だからこそ今回のような局面では、短期の数字だけを見て判断するのか、それとも未来を見据えてポジションを取るのかという視点が求められているのではないでしょうか。では皆さんこちらに関してどう思われますか？テスラの Q1 は弱気派の予想通りになるのか、それとも強気派の読み通り未来への布石となっていくのか、ぜひコメントで皆さんの意見を聞かせてもらえればと思います。僕は納車台数以外にも、やはりエネルギー事業の伸びが気になります。今回調べた情報の範囲では、エネルギー事業に関して書かれているものはありませんでした。しかしテスラは中国でもエネルギー事業を開始しましたし、今年はさらに伸びていくと思います。なので Q1 の結果としてエネルギー事業が伸びているかどうか、ここも気になるポイントになってくるかなと思います。はい、ということで最後に今日のテスラ株をチェックしていきましょう。本日は16ドル下げて現在271ドルとなっております。どうもトランプさんがこれから自動車の関税について話をする予定があるみたいです。それが影響しているのではということで、他の自動車銘柄も下落しているようです。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。テスラの購入っていうことを考えた場合に、今の僕なら中古で買います。なぜならテスラはリセールが悪いというのを聞いたことがありませんか？リセールがそこまで良くないということは中古が安いということにもつながります。毎週中古車情報を見ていますが、やはり安いなと感じております。なのでテスラの購入は僕は中古がおすすめです。もしテスラを中古で買いたいなと思われている方がいたら、僕の方が中古車情報を提供していますので聞いてみてください。ちなみに今週の土曜日の朝に情報交換会としてズームを行う予定です。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。